ついにやってきました。10日間サバイバル最終日です。はい。いやー、長かったね。で、普通ね、10日サバイバルったら9泊10日なんで、普通であれば今日で終わりなんですけども、違います。10日間サバイバルということは10泊11日ですね。はい、ちゃんと10泊しないと10日じゃないんで、今日もやっていこうと思います。いやー、最終日となるとなんかちょっと安堵からどっと疲れが出てきましたね。海峡もいいですし、軽く朝食を食べて素潜りに行って最後の食事を締めくくろうかなと思っております。いやー、なんか昨日はすごい動物も虫もうるさくてあんまり疲れが取れてないですね。ちゃんと動物その辺まで来てますからね。何がいるのか知らない。のっそのそのっそのそ言ってね、イノシシなのかヤギなのか犬なのか猫なのかはたまたネズミなのか分かんないんですけど、結構ね至近距離まで音が聞こえるんで何なんだろうって感じ、それで目が覚めるんですけど、今日の朝食はですね、夜光貝の貝柱のお刺身です。はい、それでは今日は夜光貝です。ラストの夜光貝ですね。夜光貝には世話になりっぱなしだぜ。よし、じゃあ内臓を取っていきましょう。もう朝だからあんまり喋る気力がないわ。いつもと同じです。口を取っていきます。でこの蓋もね取っていきましょう。これねめっちゃ頑丈にくっついてるんですよ。そしたらこいつ夜光貝は切っていきます。夜光貝の足は切ってマス煮に入れときましょう。じゃあ今日の食事、貝柱を切っていきましょう。貝柱はね、でも本当は湯引きとかすると美味しいんですよ。ぬめりと匂いが消えて食感もちょっと柔らかくなると。完成です。それでは朝食いただきます。うまっ。やばい、カメラの充電が切れそう。充電が切れる前になるべく食います。このまな板でさばいて刺身食べてるとさすがに食中毒当たりそうな気がするけど大丈夫かな。はい、それではごちそうさまでした。いやー、なんかだいぶワイルドっていうのかな、野生的な感じに、なってきたな。10日もいるとひげも伸びるな。じゃあですね、本サバイバル最後の素潜りに行ってこようかなと思います。海峡はめちゃくちゃいいからね。最終日なんででかいの取っても最悪持って帰るんで、でかいのが狙えます。何かでかいのが取れたら面白いですね。よし行くか。ついに最終日です。とりあえず8日目に高級魚のスジアラがいたポイントを潜ってみることにしました。水深は20メートルちょっと。酸素を消費しないように必要最小限の動きで潜っていきます。海底に着きました。こちらはマサル支店。8日目にはたくさんの魚がいたのになぜかこの日は魚がいませんでした。そしてさすがに疲労が限界で、この深さだと命が危ないと判断し浅瀬に向かうことにしました。さすがに 20m までなると浮上までが長いんで少し裏話でもしましょうか。今回食中毒だったり怪我だったりとかいろいろとね事故があったんですけども、全然無事じゃなくて帰って1ヶ月ぐらいはちゃんと体調悪くなってます。なんで最後の動画ぐらいちゃんと言わなきゃいけないなと思って言いますね。皆さん絶対に真似しちゃダメです。さて言うてる間に浮上してきました。海面には海底火山の噴火による軽石が浮いています。油断してると口に入ってくるので少し厄介です。さて浅瀬に移動することにしました。そしてここで何か見つけたようです。息を整えて潜航開始。水深は7メーターほど。このぐらいなら潜る体力がありました。さて海底で息を潜めます。いました。ヒット。さて取れた魚は何でしょう。こちらはナンヨウブダイ。背骨に当たったようで真ん中だけ白く変色していますね。
ちなみにこの魚、こんな見た目で高級魚、淡白で上品な味が特徴。とりあえず今日の晩飯は確保できました。あとは大物を狙いに行きましょう。そしてこの後、まさかあんなやつに出くわすことになるとは。マサルが興奮気味に指さす先にいたのは巨大なウツボです。頭しか見えてないのでサイズは分かりませんが、大物であることには間違いないでしょう。さて、しっかりと息を整え潜行開始。このサイズのウツボには天敵がいないので、人間を見ても全く逃げません。しっかりと狙いを定めていきましょう。ヒット。とんでもない力で穴の奥に入り込んでいきます。マサルも本気で引き抜きにかかりますが、例えるならウツボの力は巨大な木を引っこ抜こうとしている感覚でしょうか。抜ける気配が全くありません。俯瞰視点も見てみましょう。この時結構本気で引っ張ってるんですけど、全然太刀打ちできないんですよ。諦めて一旦浮上します。さて、息を整えてもう一度引っこ抜きにかかります。今度は手前の岩を支点にして引っこ抜く作戦です。ここまでパワー負けする魚がかつていたでしょうか。もしかすると想像以上に巨大なウツボかもしれません。と、ここで息切れ、また浮上します。そして3回目。正直体力的にはなかなかきつい。そろそろ抜きたいところ。勝る視点です。今度は反動を利用して一気に抜きにかかります。と抜こうとするもウツボが必死の抵抗。さらにダメ押しで岩を支点にして思いっきり引いていきます。出ました。でかすぎる。とんでもない大きさです。そう、こんな感じで全身の力を使わないと引き抜けないんですよね。いやー、最後に大物が取れてよかった。にしてもでかすぎますね。マサルと比べてもこのサイズ、とんでもない大物です。そしてこちらの魚は毒ウツボ。最大では3メーターにもなる世界最大級のウツボです。ちなみにウツボが重すぎて足ひれをこいてないとどんどん沈んでいくんですよね。いやー、にしてもでかい。ということでサバイバル最終日、大満足の結果に終わりました。陸に戻って調理をしていきましょう。これはでかい。毒ウツボ、おそらく15キロぐらいじゃないでしょうか。今日最終日なんで、これはね、家に持って帰ってさばこうと思います。見たい人は次の動画をね、見てください。ということで、取れた南洋ブダイを今日もさばいていこうかなと思います。はい、それではですね、戻ってきました。本当はスジアラが取りたいところだったんだけど、いやー難しかったですね。潜りは体が慣れてきて結構潜れるようになってたんだけど、シンプルにいなかったですね。ということで今日はですね、南洋ブダイを取ってきたんで、こちらをマース煮にして食べていこうかなと思います。まあこんな見た目ですけども、結構ね、いいお値段の美味しい魚になっております。最後の最後が南洋ブダイ、なんかいいですね。俺のチャンネルの準レギュラーみたいなもんですからね。にしてもウツボでかかったよね。あんなでかいと思わなかった。多分5キロぐらいかなと思ったんで、5キロぐらいだったらここでさばいてね、たたきとかにして食べようかなと思ってたんですけど、びっくりしたね。もうこうやってシャフトをさ引き抜こうとしたらさ、強すぎて引き抜けない。あんなことないですよ。多分あいつ15キロぐらいあるな。もうここじゃあね、さすがにさばけないわ。いやでもにしてもサバイバル始まる前まで本当に海がずっと荒れてて1ヶ月潜れなかったし、雨もすごかったんで、うわ今回のサバイバル本当にしんどいかもなと思ったんですけど、1回ちょっと雨降ったけど10日間もうほぼずっと晴れ。すごいついてるね。じゃあ日が暮れないうちに海岸で鱗と内臓を落としちゃいましょうか。よーし、やるぞー。
まずい、雨降ってきた。寒いぞ。ちょっと見づらくて申し訳ないんですが、これ素手で鱗を剥がしていきます。ほぼ見えんな。もう諦めてくれ。ブダイの鱗って大きいんで、こうやって素手で剥がせるんですよ。結構剥がしづらいんですけどね。で内臓を取っていきます。硬い。はい、こちらブダイの内臓はこんな感じで、サンゴを食べてるんで下痢みたいな感じなんですよ。うわ、臭っ。はい、それではですね、最後の料理をしていきましょう。南洋ブダイは刺身がね結構美味しいんだけどね、綺麗にさばけたら刺身で食べようと思います。刺身ってねすごい難しいんですよ。身にねちょっと血がついただけでもね臭くて食べれなくなっちゃうんで、とりあえずじゃあ南洋ブダイをさばいていきましょう。さてやっていきますか。すごいな、ぬるぬるしてるわ。まずは頭を落としていきましょう。おー、硬い。じゃあこっから3枚におろしていきます。腹側から包丁入れていきます。じゃあ背中側、もうね包丁が切れなくなってる。酷使しすぎてる。で腹骨を外したいところだからぬめぬめで外せないな。じゃあせっかくなんでちょっとだけ刺身を食べてみますか。ここぐらい尻尾だけ食べよう。絶対にまな板と触れさせたくないんで、ああ、尻尾を身の上で切っていきます。そうすれば汚れない。切れました。これが綺麗な刺身です。じゃあ食べてみますか。うまっ、うめえ。臭みとかなくてもうほんと白身魚って感じですね。でしっかりね旨味もある。醤油があればなもっとうまいんやけどな。じゃあ食べやすいサイズに切って回す煮に入れていきましょうか。腹骨も取っていきます。で食べやすいサイズに切っていきます。なんで食中毒当たんないんだろうな、このまな板で食っても。もうなんか慣れてきたのかな。自分でも不思議。川の水では当たるのにね。じゃあ反対側、こっちはもう骨ごといこうと思います。骨からね出汁が出るんでね、出刃だったらねスパンと切れるんですけども、牛刀でも一応関節を狙えば切れないことはないですね。そんじゃ回す煮にぶち込んでいきましょう。すげえ、めっちゃ黒くなってる。いろんな旨味が凝縮されて白かったスープがついには黒くなっております。すごいなこれ。とんでもない料理ですよ。これを出して鍋に火にかけていく。そして今日は何といってももう一つ食材があります。ニザダイの煮や干しです。はい、こちらもね焼いていきましょう。ちょっと乾燥しすぎてる感じはしますけど、まあ問題ないでしょう。よし、じゃあ焼いていきましょう。今日は贅沢に2ついきます。でね、串見つかったんですよ、1本だけ。よいしょ、もう1本。よし、じゃあ一夜干しも焼いていきましょう。よいしょ。うわー、めっちゃ油落ちてるわ。わかるかな。うわー、うまそう。こんな油落ちる。ジュージューや。あ、こっちも沸いてますね。いい感じだ。今回ね意外と木がたくさん余ったんでめちゃめちゃ燃やしてます。熱い。いやでも火はいいですよね。なんか燃えてるだけで気分が高揚するというか、今もうサウナみたいに暑いですよ。ここめちゃめちゃ暑いもん。はい、それではですね10日分の全ての集大成のマース煮、そしてニザダイの煮や干し完成です。ニザダイからです。今回も皮を剥がしていきます。うわー、いいね。いただきます。初日と全く味違うね。ちゃんと一夜干しになってる。魚の干物の味がします。
ここに来て苦言を呈するのもなんなんですが、ニザダイの良さが消えちゃってる。ワイルドでパンチのある脂っこいニザダイじゃなくて、なんかただの干物って感じになってる。じゃあですね、マスに行っちゃいますか。うわー、ほろほろやな。南洋ブダイ。ほほほほほほ、うまっ。ちょっと待って、想像を超えてきたな。朝夜光貝マスに入れたじゃないですか。あの時点で食べた時はいろんな味が混ざって逆に変な味になってるなって思ったんですけど、やばい、この南洋ブダを入れたことによって完成してしまった。めちゃめちゃうまいやんこれ。タコも食べてみよう。タコちゃん完成してる。多分味微妙になってるんやろうなってね、すごい不安だったんですけど、味が裏返ることあるんだ。めちゃくちゃうまい。めっちゃうまいんだけど、なんだこれ、めちゃめちゃうまいな。今までいろんなもの食べてきましたけど、どの味でもない味で、かつめっちゃ美味しい。ちゃんと味わってみると全然違かったんですけど、最初口に入れた時醤油味って思ったもん。なんか醤油の味にちょっと近づいてきてるんですよ。めちゃめちゃうまいわ。化けだな、これぞ集大成って感じ。はい、それではごちそうさまでした。この拠点もついに最後となりました。明日の朝9時をもって10日間サバイバル終了とさせていただきます。初日から食中毒当たったり、6日目に天狗ハギで手をボロボロに切られたりだとか、まあいろいろとハプニングがあったんですけども、なんとかね10日間生き残ることができました。でもやっぱりこういうねサバイバル生活すると本当きつくはあるんですけども、やっぱりなんだろう、普段感謝してないようなことに感謝できるようになるのがいいですよね。多分朝食パン食べてさ、いや今日も食パン食べれて最高だなとかやっぱり思えないじゃないですか。でもこういう生活とかをしてみると、食パンが食べるってめちゃくちゃ幸せなことだっていうことが、改めてわかるんですね。ただ布団で寝るだけで、今日も布団があって最高だなとか、やっぱなかなか思えないんですけど、こういう生活木の上だったり外で寝てたりすると、布団ってめちゃめちゃありがたいもんなんやなとか改めて気づくことができるんですよね。本当コロナ禍が長くて、辛い思いしてる人たくさんいると思うんですけども、日常の中に本当はたくさん幸せってあって、なんかそういう幸せに目を向けられる機会になる動画になったらなと、思っております。ちょっとなんか、今真面目な話しちゃったんですけども、本当にねいい10日間でした。ということで今日はもうね寝ようと思います。うわ、おはようございます。サバイバルも残すところついにあと2時間となりました。昨日の夜から結構雨が降って天気が荒れてたんですけど、この場所でもねしっかりと雨風がしのげました。よかったよかった。10日間ずっと晴れてて最高だったな。やばい、めちゃめちゃ荒れてきた。あともうちょいで帰れるぞ。30秒、あと10秒。カウントしますか。5、4、3、2、1、終了や。長かったな。よし、じゃあ帰って久々にシャバの飯でも食いましょうか。いやー、この拠点ともおさらばです。どうも素潜り漁師マサルです。1年ぶりのガチサバイバルにやってきました。うわ、生き返る。川の水で完全に腹を壊しました。ついたついた。こっちの方が幾分かマシですね。刺して取る感じになると思います。念願の屋根ですからね。ゆっくりすることができてます。全然動けないわ。皆さんをもっと楽しませたい。だから取ったな。長きにわたるサバイバルがようやく終了しました。大嵐だ。荒れると軽石すごいんだな。海面が真っ黒だよ。カメラが壊れないことを祈ろう。ここから着替えて昼飯を食べに行きます。着きました、西郷食堂。久しぶりのシャバの飯や。いやー、マジでお腹空いたな。ちなみに雨でもうマイクぶっ壊れて、カメラもぶっ壊れて最小装備みたいな感じになってます。はい、ちょっと音質が悪くなったかもしれないんですけども、行きましょう。いやー、楽しみやな。この時を待ってた。来ました、唐揚げ定食。やばいなこれ。テンション上がるわ。いただきます。これ緊張する。